皆さん、森のニーナです。今日の動画は秋の私の最近の毎日メイク紹介していきます。いつもねコメントで肌綺麗って褒めてもらえたりすることが多くてすっごく嬉しいんですけど、肌作りもかなりこだわり強いですけど、真似したら絶対盛れるようなチップがたくさん盛り込んであるので、よかったら今後のメイクの参考にしてみてください。それで始まります。スタート。今日のメイクのテーマなんですけど、色っぽいけどあどけない。この年だからこそこれ作りやすいんですよ。だってもう十分大人だからメイクのポイント、主役は輪郭と唇、もうそれ以外は全て引き立て役。輪郭作りはプチ整形級テクニック、身につけてしまえば勝ちですよ。で、唇で色気ムンムン出します。トレンド感で言うとシアー感とウルチュル感を意識するので、秋なんだけどなんか爽やか。ぜひね、彼とのデートや秋を謳歌するための一イベントとしてこのメイク楽しんでいただけたらと思います。カラコンはすでに装着してるんですけど、テリアモのカラコンです。今日のメイクは全体的にあっさりしているので、カラコンはパキッと真っ黒。サイズは小さめにすることによってアイシャドウとのコントラストが引き立って、さらには白目部分もはっきりと白く見せてくれます。黒カラコンどんなサイズでも似合わないっていう人は暗めのブラウンでももちろん全然大丈夫です。程よくちょっと大きく見せるところが大事。下地を塗る前にこのクリームを最近は塗ってます。ラロッシュポゼシカプラスとリペアクリーム。スキンケアなんですけどちょっと透明感が出るんですよ。ほらわかります？ここ何度もベースアイテムレイヤードしてしまうと厚ぼったくなってしまうので、こういうちょっと透明感が出るクリームに最近出会えたので有効活用してます。唇も仕込んでおきます。ラネージュのリップグローバーム。私はこのイエローが唇のくすみをカバーしてくれると思ってるので、イエローをめっちゃ使ってます。わかります？ほら、くすみなくなりません？スリーピングリップナイトマスクあるじゃないですか。あれのね、持ち運び用が出たんですよ。個人的にこれ衛生的にもすごいいいなと思ったので、よかったらチェックしてみてください。唇の仕込みもう一手間。 VT のリードルショット。こちらは針が入ってる美容液あるじゃないですか。あれのね、唇ケアバージョンが出たんですよ。今日のポイント、唇ですからね、厚ぼったく見せたいパートだけ塗っていきます。上唇のこの上だけ作っていきます。こんな感じです。ほら、もうちょっと分厚くなってきました。これちょっと痛いんですよ。だけどこれの前にワンクッション別のリップクリームとか塗ると痛みが緩和されます。このまま放置。仕込みが終わったので、下地ブレードポーボワールコレクチュール SPF25PA2 プラスです。今日のお出かけは夜なので日焼け止めは塗らずにこの下地から塗ります。あどけなさって赤ちゃんの顔を輪郭で作り込むのが一番手っ取り早いんですよ。要は中顔面を短縮するメイクです。それを下地の段階から作っていきます。最近いろんな下地を紹介してるんですけど、私的にね、秋はやっぱこれ、時間が経ってもくすまないし乾燥によるメイク崩れも起きづらかったので、この秋またこの下地に戻ってきました。おでこは中央のみにのせます。赤ちゃんみたいな骨格になるだけじゃなく、ツヤも出やすくなるんですよ。皆さん、コケ悩んでます？コケはね、もうメイクで隠すんです。頬、あとこめかみね、下地とかで透明感を与えてあげるだけでこめかみだけ老けてるみたいな問題をカバーすることができます。やりがちな落とし穴っていうのが、ここに影を入れる。鼻高く見えるのはもうここから下だから、むしろちょっとここの影なくした方がお肌が滑らかな印象になって、さらには顔もちょっと下目になるんですよ。そうすれば顔はここから下っていう印象を作ることができるので、中顔面短縮になるし、よりベビーフェイスな可愛らしいあどけなさっていうのは作れます。これ結構肝かも。で、あとは30過ぎてくると、このほうれい線のここってどうしてもくぼんでっちゃうんですよ。エイジングケアのためにヒアルロン酸を世の美魔女たちが入れるであろう場所に明るい下地を入れていきます。あとマリオネットライン、この内側だけ、これやるとね、ちょっと頬のたるみごまかせます。こんだけ説明してまだベース？結構ここがメインなので一番紹介したいパートなんですよ。この下地だけで補えなかったふっくら感っていうのは、ボンジョンヨトーンアップベースライムイエローで作っていきます。これ何色かあって、私が黄色にした理由としては、人の肌の透明感って赤、青、黄色で構成されてるらしいんですね。その色が足りてないと透明感が薄れるらしいんですよ。私はメイク
クの肌診断の時、黄色が足りないと言われたので黄色を使ってます。特にこの凹凸とかね遮りたい時とか黄色、ほら見て、すごくない？透明感。黄色なのにまるでブルーを置いたかのような透明感が出るんですよ。不思議ですよね。鼻も絶対にこんな目頭からじゃなくて目頭下ぐらい、ここを一番明るくしたいんですね。だからこんな感じで一番高くあってほしい箇所から伸ばしていきます。でこれがここに届かないようにしてます。最近はもうこのぐらいまで伸ばしたら、これをね肌に叩き込んで明るさをそのままとどめさせます。そうすると鼻がちょっと下がったように見えません？で小鼻のここにもねちょっと塗ると透明感がね増したように見えるのと、全体的な色の統一感も出ます。ハイライトを塗るであろう箇所に仕込んでおきます。ダルバのメイクアップフィックスミスト、私の大好きな貝印かな、ハンデが染み込まないスポンジに超薄く、最初に1回でドバッとやってしまうと逆に崩れちゃうので、こんな感じで塗り終えたらまた足す。このひと手間でめちゃくちゃ持ちだったり仕上がりの綺麗さに差が出ます。続いてコンシーラーはこちらのルナです。これカバー力があって持ちがいいです。崩れにくい。薄付きなのにカバー力のあるコンシーラーってめっちゃ最強ですよね。こめかみを消します。この年になると厚ぼったく見せたい箇所なんです。むしろただその代わりきめ細かい仕上がりにならないと本当にただの厚化粧になってしまうので、なじませる時超丁寧にムラが残らないよう叩き込んでおきます。ほら超綺麗じゃない？こめかみカバー大事ですね。はい、こっちない方です。ここだけおばあちゃんみたい。ほら全然違う。で続いてこっちにちょっと頬骨のね骨もこれでカバーします。コンシーラー厚く塗るって結構リスクあるので、ほんとこのなじませる工程メイクで一番時間をかけてます。目尻とかもね実はねこめかみだけじゃなくてへこんでるので、ここもねちょっと軽くするといいです。パウダーは2つ使っていきます。フィーのパウダースウェード、めちゃくちゃ薄くつくんですよ。ドバッとつかないので結構急いでる時に使いやすいです。この皮脂らへんほうれい線とかは崩れやすいので、ちょっと離れたところから一番薄くつくようにのせます。透明感出てません？もうふんわり赤ちゃんみたいな肌質を作ってくれるんですよ。見て、めっちゃ綺麗じゃない？もうほんとねキメが細かくなるんですよ。マジでやっぱりこのパウダーはやばい。目の下は塗らない。ここはもう自然なツヤが欲しいので抑えません。こめかみは塗ります。で仕上げにこのミシャスキンフェイクパウダー、びっくりするぐらいベタつきがなくなるんですよ。これだったらね顔のギリギリまで塗っても白くならないので、パウダーのせいで顔が大きくなるってことはないです。ちょっと鼻を細くしたいのでエスプリークのハイライトを少し細めのブラシを使って入れていきます。ツンとさせたいのでここに多めに塗ります。このままこういう感じ。この時はねここまでいって大丈夫です。人にもね理想の鼻の形ってあると思うんですけど、私はやっぱこの鼻先がくの字みたいな理想なのでメイクで作ります。これね上までね濃く入れすぎちゃうと太く見えてしまうので、ここだけ気をつけてください。シェーディングやっていきます。ちょっと左右取って鼻先をよりツンと見せるために1点2点、ここにも3点4点こんな感じで置くんですね。結構細くなるくらい、ここ5ミリ残してここに置くんです。でこれを上にさささっとほうきのように目頭を越えないようにシェーディングします。はい、こんな感じです。これで鼻の存在感が出たので小顔に見えません？でハイライトはペリペラのピュアグローリーハイライター。このブラシが使いやすすぎてはたいてまでねシェーディングとかハイライト系はこれで愛を描くようにして入れます。まずは一番明るくしたいこんな感じ。これをやるとね視覚的にここから鼻が始まってるっていう位置を下げる目的として下目に入れてます。すごく下がって見えません？鼻が。でちょっと減らしたやつで中央は出します。ここねつけすぎると若作りちょっとギャルっぽくなったりとかするので、鼻の位置目的でここにツヤを足してツヤ目的で程よく少なめにこの中央にものせる。これでやっと輪郭から抜け出せます。ベースは完成です。どうですか？影なくなった
たですよね。第2の主役の唇、もう主役から仕上げていくんです。なぜなら引き立て役はそれに合わせるから。リップはハイパーフィットカラーセラム、これでベースを作ります。上唇からで、唇の分厚さを下げるので、あえて山を消しちゃいます。これね、山を縁取ってしまうと年齢層が上目の印象になってしまうので、山をぼかすんです。で、下唇は中央から外側に向かって練ります。上下どっちも分厚くしてしまうとお姉さんっぽくなってしまうので、下唇は最小限にします。ここで登場するのがセルボークのリップです。めっちゃ秋。これがマジで可愛いんですよ。これは結構シアー感があるんですけど、すごい可愛い。奇跡的ってくらい可愛くないですか？チュルチュル感。これも上唇のここに分厚くのせます。で、あとはちょっとこういう感じ。あとちょっとつき具合とかムラを整えて、さらにちょっと山とかもぼかすためにこうやって適当に撫でるんです。上をちょっと下唇が濃いのでティッシュオフします。下唇分厚いと結構大人っぽくなりすぎちゃうので、上だけでちょっと指で押し込みます。唇完成です。秋におすすめのアイシャドウがこちらです。クリオのプロアイパレットのオータムブリーズインソウルフォレスト。私これ買った当初めっちゃ使ってたから、すでに毎日メイクこれ使ってんじゃないのかなと思ったら使ってなかったんですよ。今期もめちゃくちゃこれ使ってて、ベースにこちらの2色を混ぜて上まぶたに塗っていきます。最近はアイシャドウを塗るときにむしろ厚ぼったく見せる、ベースカラーなんだけどちょっと赤みがあるような色を上まぶたのアイシャドウとして選んでます。結構指で塗った方が厚ぼったく私は見せれると思って指で塗ってます。内側を先に塗って外側に伸ばしていく。そうするとね、まぶたに厚みがあるように見せれます。ちなみに最近私グラデネイル初めてやったらめっちゃ綺麗に仕上がったの。すごくない？リンク載せときますね。やっぱちょっとこういうマットなアイシャドウは私たち世代だとそのまぶたのキメもね、なんかファンデーションみたいに細かく見せてくれるから塗った方が綺麗。今度は下まぶたなんですけど、この色とこれはめっちゃ少なめ、12341 2って感じ。外側涙袋の上まで残ったシャドウをちょっとだけ下にも、本当にちょっとだけ涙袋に、今度はこちらを外側をぷっくりさせすぎるとナミクジみたいになっちゃうので、黒目の下だけ結構キラッとします。あっさりさせる分ラメがちょっと散らかっちゃうくらいつけるっていうのに最近ハマってて、ちょっとだけこれ下に散らかってくるんですよ。それがそのあっさり仕上げてる時はちょうどいいというか、なんかそれがむしろちょっとおしゃれみたいな。チークを仕上げます。 T の CRO02 番。ちょっと日焼けしちゃったお肌とかにもすごく馴染みやすい。まずは土台にこちらを広範囲にのせていきます。これをやっておくと濃いチークを上からのせた時ドバッとつかないので、ベースカラーのこういう薄いやつは先に塗っておくのがいいと思います。もう全体的なベースとの統一感も出やすくなります。まずこの頬骨の上、こめかみから血色感を出すことによって本当に自分の本物のような血色に見せるみたいな、すごいおすすめです。塗り終えたら最後に軽くこの辺にもなじませておきます。内側にのせます。そうするとね、ここが短く見えます。心配になっちゃうぐらいこの濃いオレンジ。頬骨がやっぱ年齢いってくるとちょっと高い方が若く見えるんですよ。この頬骨のここを沿うようにシュ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 沿うんだけど、なじませるためにこうやって伸ばしていく。おでこにちょっと丸みがあるように見せたいので、余った粉をおでこの外側にも塗っておきます。アイブロウのバランスを見つつアイライナーの濃さとか長さを決めてるので、先にアイブロウを私は仕上げます。眉尻濃く描くと古いメイクになるって言われてるんですけど、知的に見える感じが好みなので濃くしています。で、眉山は丸くこのメイクでは描きます。もうザ・アーチ眉ですね。私最近眉頭細く描くのにハマっていて、上をね下げるんです。こうやって上から最後はこのぐらい細いんです。その時にこの感覚を忘れないうちに反対側の眉頭
頭も仕上げちゃいます。ちょっと順番ごちゃごちゃなんですけど、眉毛の太さなんですけど、健康的でフレッシュな仕上がりにしたい時は太眉、大人っぽく仕上げたい時はね、絶対にやや細眉の方が余裕のある女性みたいな雰囲気を醸し出したいのでちょっと細めに描くのがハマってます。今日ね、あっさりしてる分眉毛までぼんやりしすぎてしまうと締まりがない感じ。結構眉尻のこれね、もう描いてますみたいな、眉尻よりちょっと手前のところは強めにブラッシングして毛流れが本物のように見せます。めっちゃいい、超綺麗眉毛。これ仕上げです。アイライナーはこちらの&Bペンシルアイライナー。アイライナー引きたいけどふんわりはさせてたい。やっぱちょっとボケてないと目が主役になってしまうので、この&Bのペンシルアイライナーはアイシャドウみたいなぼんやり感、シアー感は出しつつ消えない、散らばらない、持ちがいい、おすすめです。こんな感じです。わかります？ちょっと本当に影を軽くプラスしたくらいの感じ。3650のブラウンブラック、目の際まで塗らずに、めっちゃいい感じ。ちょっとだけ黒目が大きく見えるように黒目外側で目頭切開するんですけど、ティルティルのアイブロウペンシルちょっとだけ足します。これでね、切開ライン作ると結構自然です。微調整でこのラメを入れます。ちょっと華やかさを出したい夜とかは線を引きます。アイラインみたいにこんな感じで全体のバランスを見つつ最後に仕上げでケイトの一番明るいカラーをシェーディングとしてのせます。輪中短縮のためで、ちょっとだけ唇のこの溝がないんですよ。だから足すとキュッと口元に見えるので、あとはこの唇の下分厚くするっていうよりも唇が立体感というか出っ張ってるように見せるためにちょっとここがへこんでるように見せたいので、これやるとね、顎もちっちゃくなって小顔効果にもなるのでおすすめです。アイブロウマスカラティルティルの、これはね、アイブロウペンシルとアイブロウマスカラが一体型になっているやつなんですけど、便利だなと思って、ほんと毛流れを整えるぐらいにのせます。そう、あくまでも結構形整える。ヘアは中顔面短縮で結構大事なのは、むしろあえておでこが広く見せるようにってところが重要なので、そのためにはど真ん中がやっぱ一番おでこが広く見えるんですね。前髪ブローする時も仕上げるんじゃなくて、一回この前にブローしちゃってぺたんこにさせるんです。でそうすると可愛さ半減するこのこめかみの老けをカバーするウェーブ作ります。で冷ます時にね、形が出来上がるので、この S 字を作っていきます。だから結構大げさなぐらいな状態で冷まします。顔周り温度が高いとパサついてしまうので100度まで下げます。4パートに分けます。これはがっつり巻くとつきすぎてしまうので、ちょっと熱を通すぐらいの感じに、でこのまま上に持っていき自然に横に分かれます。これですよ、これができるんです。くびれができるのでより色っぽくなります。ふんわりキープするスプレーをかけたら完成です。ほら、おでこも広いからさ、顔めっちゃちっちゃく見えません？いかがだったでしょうか？今日は私の秋の毎日メイクでした。今日はですね、この後ジュエリーの紹介動画を撮るのと、歯医者銀座のティーシーズに行くので、どうせ銀座に行くんだったらデートしたいなと思って夜ご飯デートするので、ちょっとしっかりと気合の入った毎日メイクをしてみたんですけど、どうだったでしょうか？ちなみにね、今日の服はグレールで近々グレール購入品紹介もするので、よかったら見てみてください。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。